さて、それじゃあそろそろ始めようか。確か山を降りるための洞窟を抜けたところだったね。ああ、そうだったね。それじゃ続きから読むよ。わーい。野営地のようなものが見えるな。あ、本当だ。テントが設営されてるのが見えるね。もしかしたら誰かいるかもしれないし、様子を見に行ってみるか。新しい場所を見つけたことで少し成長した気がするぜ。あのテントの中に何かあるね。確かに何か光ってるな。誰かのメモみたいだよ。客船の日誌、1日目。命ある限り、ここを死守せよ。そう言うと、エンシェントは我々の中で最も優れた戦士たちと共に、部屋の奥へと姿を消した。このようなものを目にするのは、これが最初で最後になるだろう。しかし、そのものの顔は私の脳裏に焼き付いている。私の命、そして残された兵士たちの命は、この神聖な任務に捧げられている。キャプテンアークライト。これって私たちのこと？正直フレイムボーンになる前の記憶はほとんど覚えていないんだが、文面の状況からするに、そんな気はするな。しかしこのキャンプも放棄されてからかなり時間が経ってるようだ。焚き火跡からタール発見。闇木製ブロックの作り方が頭に浮かんだぞ。奇遇だね。私も今ひらめいたよ。どうやらヨウムがひらめいた製作レシピは、私と共有されているようだ。ほほう、これもフレイムボーンの力かもね。壊した建造物から素材が取れそうだよ。マジか、壊せそうだとは思ったんだが、素材を回収できるとは思わなかったぜ。乱暴に壊したせいか、ボロ布とスクラップになっちゃったけどね。まあ綺麗に壊すなんて無理だろ。どうやらボロ布を使って包帯を作れそうだぜ。霧の中の怪物と戦わないといけないし、これからお世話になりそうだね。このベッドも壊してスクラップにできないか試してみよう。いいね、解体できてる。残されたものを解体して素材を得るのはいいかもしれないな。よし、このテントも壊してみよう。これは大きいから壊すの大変そうだな。確かにさっきの鉄製のベッドと比べると、なかなか解体できないな。ようやく解体できたか。これだけ？少ないね。まあもともとボロボロだしな。こっちの倒木は結構取れそうだぜ。マリサ、すでに亡くなった方に八つ当たりしなくても。いや思わず砕いてしまったが、おかげで骨を手に入れたぜ。骨って人骨じゃん。まあ、そうだな。確かに今ワンドの作り方が頭に浮かんできたけど、大丈夫なの？これ。すでに魂はなさそうだし大丈夫だろ。それよりこの倒木全然解体できないな。それを解体して木材を取るより、私みたいに木を伐採した方がいいんじゃ。それは言えてるな。労力に見合ってないし、この辺りにして先に進むか。あの木はベリーの木じゃないか？確かにベリーが実ってるね。まあフレイムボーンになってから空腹を感じなくなっているんだが、食べれば体力は回復するだろうし、取れるだけ取っていこうぜ。これ甘くて美味しいんだよね。だがベリーだけじゃ食料としては心もとないか。他に食べられそうなものが見つかればいいが。肉がいるぞ。貴重なタンパク質だ。狼の肉は意外と美味しいんだよね。余裕出したな。やったー、お肉だ。残念だがこの狼は骨ばかりだな。そんなそうだ、さっきワンドを作るのに骨が足りなかったんだが、狼から得た骨で作れるんじゃないか？作れそうだな。これでマリサは魔法が使えるように？どうやら氷の基礎魔法が使えるようだな。大変だマリサ。どうしたんだヨウム。ヤギが死んでる。なんだヤギか。大方さっきの狼にやられたんだろうぜ。ヤギくん、君の犠牲は無駄にしないよ。ありがたく毛皮と骨をいただいておこう。ところで魔法ってどんな感じなの？こんな感じだぜ。弓矢みたいな遠隔攻撃よりは射程距離は短いし、弾速は遅いが、弾切れを心配しないでいいのは魅力だな。へえ、弾切れがなくて一方的に距離のアドバンテージを取れるのはいいね。私はしばらく杖を主体に戦ってみるぜ。さて、道沿いにまっすぐ行けば目的地のはずなんだが。なんかあそこ霧がかかってない？マジか。洞窟やジメジメした場所や盆地に発生してると思ってたんだがな。こんな日の当たる開けた場所も侵食されてるんだね。霧の中の怪物が徘徊してると思うが、少し探索していくか。探索してみたが結局霧の怪物がいただけだったな。必ず宝があったりするわけじゃないのか。もしかしたら見落としてる可能性もあるがな。どうやら目的地はもうすぐのようだぜ。いろいろ素材集めてたら結構時間かかっちゃったね。まあ今後何を要求されるかわからないからな。集めておいて損はないだろうぜ。それで、ここで何をするんだっけ？ホムラの祭壇を作る必要があったはずだが。ホムラの祭壇か。どうやって作るんだろう。そうだな。記録されているレシピを見てみよう。今あった気がする。これか。どうやら石が5個必要のようだな。
今私は4個しか持ってないから、あと1個足りないようだ。私のカバンにさっき一緒に取った石があるからマリサに渡すよ。お、サンキュー。これで指定のホムラの祭壇が作れるな。早速作ってみよう。特に作るのに作業台は必要ないんだね。ああ、どうやら必要ないみたいだな。それじゃ、早速設置してみるか。どうやらホムラの祭壇の影響が及ぶ範囲が決まってるみたいだぜ。この範囲内は安全ってことかな？どうだろうな。ホムラのカゴはある気はするが、敵からの防壁効果があるのかはわからないな。とりあえず何か建物を建てるなら、この範囲内にした方が良さそうだね。そうだな。外は危険だし今後カゴの影響内に建てることにしようか。とりあえずこの辺りに建てるぜ。あ、ホムラが呼んでるみたいだよ。話してみようか。あなたは一人ではない。古の地下室の近くで眠っている他の生存者がいる。彼らを見つけて旅を助けてもらうといいだろう。ただしそっと行くのだ。シュラウドが覆うエリアのすぐ近くで、一人が手招きしている。私たちの他にも生存者がいるんだ。ホムラによるとシュラウドが蔓延しているそばにいるようだな。ということはシュラウドの中の怪物と本格的に戦うことになりそうだね。でもシュラウドの中に滞在できる時間がせいぜい5分ぐらいなのがちょっと大変かな。その滞在時間なんだが、どうやらホムラの祭壇の炎の強化で伸ばせるみたいだぜ。お、本当だ。ただし供物が必要みたいだがな。中には見たこともないものもあるね。そうだな。でも集める価値は十分あると思うぜ。だがまずは探索の中心となる拠点を作らないことには始まらないな。よし、それじゃ私は木を切って木材を集めよっと。建物を建てるにはこれが必要なようだな。建築物を素早く建てられるエンシェントのハンマーが、ただの石からできてるなんて驚きだね。まあ、特殊な素材が必要じゃなくてよかったけどな。今用務にもハンマーを転送しておいたぜ。ありがとマリサ。それじゃ早速ハンマーを試してみようか。へえ、いろんな形状のものが作れるんだね。どうやら作業台でブロックを作って素材とするようだな。ブロックがあれば作れるんだ。作る形状によって使うブロックの数は違うかもしれないが、物によって必要素材が違うなんてことがないのは便利だな。これもエンシェントのハンマーの力なのかな？ただの素材ブロックからいろんな形状のものを一瞬で作れるんだから、おそらくそうなんだろうな。しかしこの建築する感じ、なぜかどこかで経験したような気がするぜ。奇遇だね。私もそんな気がしたよ。なぜか大海原を航海している光景が脳裏に浮かんだんだよね。まあこの感じなら問題なく建築できそうだぜ。さて、それじゃこのホムラの祭壇を中心に拠点を建てるとするか。それじゃ準備からしないとね。そういえばスキルを習得できるんだったか。せっかくだから確認してみよう。どうやらどの能力を伸ばしていくかでクラスが決まるようだな。青が魔法、赤が近接、緑が遠隔って感じかな？そんな感じはするな。そうだな。私は魔法でも近接でも戦いたいからバトルメイジを目指すかな。じゃあ私は敵士を集めて有利に戦えるように、タンクの方向を目指そうかな。まあ、さっきホムラと話した時にスキルをリセットできるみたいだったから、試してみて合わなければ変えればいいし、同時に他のスキルが取れないわけでもなさそうだしな。私たちがどれくらい成長できるかわからないけど色々試してみよう。マリサー。どうしたヨウム、読んだか？これ。うわ、でかい蜂の巣だな。蜂蜜取れないかな？おいおい、そんな安易に手を出して蜂がいたらどうするんだ？まあ結果取れたからよし。蜂蜜と蜜蝋が取れたな。あの蜂の巣の六角形の部分のやつ？うまく利用できればろうそくが作れるかもしれないな。わお、綺麗な景色だな。確かに世界が霧に包まれていて幻想的ではあるが、あれが全部金の胞子だと思うとゾッとするぜ。ところであの塔みたいなのなんだろ？さあ、なんだろうな。灯台のようにも見えなくないが。確かに似てるような気はするね。いつかこのシュラウドを越えていくことになるだろう。とりあえず今は周辺を探索しながら素材を取ったら、拠点作りを始めるとするか。こんな場所に何かあるぞ。誰かの日記みたいだね。戦争。奴らはパイクミードの領域を奪った。ゴーマンダー王を殺したのだ。病的に青白い狂気の軍団は、血で染まった地面で足を引きずっている。奴らは狂った北の守護者、ボルゴスに率いられ、谷を、正気を抜けて進んでいる。わしは分かっていた。エリクサーが不審の種をまくであろうことを。古の戦闘を見上げ、空を仰ぐ。逃げ場も隠れ場所もない。我々は耐え抜かなければならないのだ。バルタザール。あれ、バルタザールさんじゃん。施設から出たベンチにあった日記と、同じ人のもののようだな。この青白い狂気の軍団は、きっとシュラウドの中にいた怪物たちのことだよね。そう思うが、
そんな怪物を率いている北の守護者、ボルゴスって何者なんだろうな。もしかして刃を交えることになるのかな？かもしれないな。よし、それじゃある程度素材も集まったし、まずは作業台の作成からだな。紐と丸太で作るみたいだね。紐はさっき集めた植物繊維を使って作ろう。植物繊維で紐が作れるのか。今のところ他に使い道はないし、ある程度作っておくか。丸太は取ってたものがあるから渡すね。サンキューヨウム、これで作ることができるぜ。早速作業に取り掛かろう。この辺りでちょっと休憩しようか。まだ拠点も作ってないよ。まあまあ、休憩したら続きから再開するからさ。続きが気になる。言い聞かせて